はい、今日もご覧いただきありがとうございます。マクティです。今日はですね、こちらアバルトの C 最終モデルなのかな。果たしてこれ何台乗ってるのか、興味あったらご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね、左のマニュアルの C ということで、僕がずっと、乗り換えるんだったらこのモデルかなって言ってたモデルです。ボディはこの白のビアンコっていうんですか。これ買ったかって、そうだったら最高なんですけどね。買ったわけではなくて、ご視聴者の方からですね、お借りしてきたということで、無理やり借りてないですよ。僕がこの左のねマニュアルの C 好きだっていうのを以前動画で配信した時にご覧になっていただいたのか、そんな僕にですね、ぜひ乗ってみてくださいと。まだですね、なんとですよ、1000キロ走ってないです。今927キロ。これね、僕がね、これから今ね、ちょっといつものコースの奥多摩向かってるんですけど、お返しする時1000キロいっちゃうじゃんっていうところがあって、非常に申し訳ないんですけど、そんな中全然気にせず500キロ1000キロ乗ってくださいということで、さすがにね、500、1000キロはちょっと傷つけてしまう可能性が非常に上がるので、なるべくですね車間距離も取って今走ってます。この C はですね、本当ね、こうやれば開くんですよ。これでこれですよ、この開放感。もう帽子かぶらないとちょっと眩しくて運転できなくなるんですけど、この開放感が最高ですよね。うひょーって感じで、オープンエアでね、もうエアコンね、真夏はさすがに都内では開けられないですよね。エアコンがないときついですからね。これから行く山道は多少ね、今また朝なので、今27度、このぐらいの温度だったら走れるかなと。いやー、この間の 500E もね、こんな感じで撮影できればよかったんですけど、今日はですね、この晴れの日をわざわざですね、本当わざわざ調整していただいてですね、お貸しいただきましてありがとうございます。いやー、最高。僕のサンルーフついてますけど、やっぱりサンルーフだとここまでの開放感がないんですよね。オープンエアにはなるけど、サイドはクローズができるので、ちょっとオープンカーとは一味違ったオープンの仕方ですよね。で、こちらもう最終モデルということで、今残りが先月入ってきたのかな、もうファイナルエディション、あれがいつ入ってくるんだか分かんないですけど、この間ディーラーさんに聞いたら300台が日本に入ってくるという話で、なんと300台ほぼマニュアルって言ってたかな。日本人がね、こんなこぞってマニュアルを買うのって面白い車だなと思いますよね。今もうマニュアル車が選べる車って少ないですもんね。そういった中でこの左はね、左のマニュアルになるともうなおさら少ないわけですよ。日本で乗るなら右の方がいいだろうっていう人も多いんですけど、このアバルトに関して言えば左の方が僕は好きなのは、やっぱり足元も広いし、いろんなところの整備性とかいろんなパーツが、やっぱり右よりも左用にできてる車かなっていう気がしますよね。左がちょっと乗りにくいっていう人も2時間も乗ってれば慣れると思いますよ。本当そんなね、ちっちゃいですし、対向車がどうのこうのとかね、見にくいとかあんまないですから、
そしてこの最終モデルはシリーズ4以降、2017年以降後期型になったわけですけど、その後期の中でもいろいろ進化なのか変化なのかわかんないですけどされてます。まずタービンはギャレットですね。この乗った感じ多分ギャレット、ブレンボではなくてノーマルキャリパー、そしてファブリックのシートでもオートエアコンということで、エアコンユニットはオートなんですね、これね。いろいろなところの違いはあれど乗った感覚はあんまり変わんないかなっていう。ただですね、このドノーマルというか本当買ったままっていうのはちょっと僕は久しぶりですよね。周りでですねそんなにノーマルのまま乗る方がいらっしゃらないということで、大概マフラー変えるとかね、ホイール変えるとか、あとはそうですね吸気系、あとは ECU とかね、あと足回り車庫帳入れるっていう方が多いかな。順番的には車庫帳が一番多いかなって気がしますけど、足はボディがしっかりした分よく動いてる感じはしますが、どうなんだろうね、これ何か仕様変えたのかな。でこちらマフラーはレコモンなのかな、この縦型のレコモンっていうやつ。これがですね普段こう走ってるとめちゃくちゃ静かなんですけど、今朝明け方ね家を出るとき昨日夜借りてきて静かなこのレコモンと思ってて、朝気にせずにエンジンかけたら、いや始動はでかいなっていうところでびっくりしました。うおーと思って速攻で今家を出てきたんですけど、やっぱ朝はね僕のマフラーよりうるさかったな、感覚的に。やっぱりコールドスタートがレコモンはなんか響くんよね。こう走ってるとねえらい静かなんですよ。低域のいい音させてますよ。ちょっとでも音質が全然変わりましたね、ギャレットとはいえ。でこの仕様でまずですね、これドノーマルじゃないですか。ノーマルのまましばらく乗って不満があるところをみんな変えていくと思うんですけど、何から変えていくかっていうのはねそれぞれ人それぞれで、シール貼ってみたりとかねマフラー変えてみたりとかピンキリだと思うんですけど、僕はやっぱり一番最初におすすめするのはまずポジションだな。このシートの高さは僕の身長だけだとは思わないんですけど、とにかくですねこの今のノーマルのこのポジションだとクラッチが踏みにくいんですよ。クラッチをこう踏み下げる感じなので、同じクラッチの重さのはずなのにこう踏まなきゃいけないから重く感じるんですよ、クラッチが。でシート下げるとこういう踏めるんで、軸に対してこう踏めるからねもっと軽くなるんですよね。踏み下げるっていう動作がやっぱりちょっと重く感じて疲れますね。あとはステアリングエクステンダーでこうステアリングを近くしたいですね。それ身長にもよるんでしょうけどね、やっぱりシート下げてこうなるとポジションがすごく楽になります。僕の身長178ちょっとなので身長の違いによっては参考にならないかもしれないですけどね。で相変わらずリアはトーションビームがね相変わらずな感じですね。これはもう前期も後期もあんま変わらんな。こういう段差越した時のこの音、この音がねちょっとやっぱり変わらんね。これだけやっぱり進化変化しても、あとこのアンダーの出方がやっぱり一緒だな。
はい、今奥多摩来まして、奥多摩湖の湖畔の周りですね。今ここまで来るまで、少しちょっと峠があるんで走ってみたんですけど、そんなに足回りは変わんないな、その僕らの頃とって感じの味付けかな。相変わらずやっぱりちょっとアンダーが出る感じでも、足が動く感じはすごくするんですよね。こちらタイヤはですね、昔から一緒のピレリネロですか。もっとゴツゴツしてる昔のイメージあったんですけど、タイヤも進化したのか、それとも足回りが良くなったのか、乗り心地がすごくですね柔らかいです。不思議だな。いや、それにしてもこのレコモンジェントルですね。かなりジェントル、すごくいい音だな。うるさくなくて、だからって静かでも静かっていうか、うるさくないんだけどいい音って感じかな。でこちらね、オートライトしかないんですよね。選択はオートライトがつけるか。でまたですね、このヘッドライトが暗い、びっくりするぐらい暗いです。びっくりしたのかな、ついてないんじゃないかと思っちゃった。最初黄色いだけじゃなくて明るさも暗い気がするな。ヘッドライトはちょっともっと明るいもの、例えば LED みたいなものに変えてあげたらもっと夜走りやすいかな。初めてアバルトに乗ったのはこの年代の方もたくさんいると思うんですけど、ノーマルで十分じゃん、何いじるのって。でもちょっといじりたいよね、個性出したいしっていう方も多いと思うんですよね。個性出したいっていうんだったらやっぱり外側ですかね。個性はいいよ、とりあえずもっと走りを楽しくしたいっていう方はやっぱり、どうだろうな、足回りが変わるともっと面白いかな。どうだろう、ノーマルも十分よくできてるな。ノーマルをあえてみんな車高調整入れたりとかダウンサス入れたりするのは、やっぱり見た目の腰高感をもっと下げたいっていうのが目的だと思うんですけど、そうですよね、その高さを低くするだけでだいぶアバルトってね、なんですかね、もっとむっくりしたっておもちゃみたいな感じになるんですよね。僕のと比較してもこれ屋根の高さが全然高いですもんね。パワーはね、これねやっぱりギャレットなので上に回さないと、正直言ってパワーがパンチがないなって感じですね。はい、奥多摩周遊です。もう朝一ゲートが今開いたばっかりという感じです。いやー気持ちいいな、このオープンっていうのは。ワインディングをこうやってのんびり楽しむにはですね、このアバルトっていう車ちっちゃくてですね、その狭い道も気付かなくていいのが本当いいですよ。そしてパワーも十分ありますからね。やっぱりコンペの時にこのギャレットっていうのが昔出始めたと思うんですけど、以前の IHI、 今も IHI あんのかな。 IHI とギャレットタービンはやっぱり全く別の車な感じがするぐらい
低域が違って広域もこっちが当然伸びるんでしょうけど、広域はねこれから高速行ってみるのでまたね高速道路でどうなんだろうっていうところはありますけど、こういったのんびり走るワインディングでは、正直 IHI の方が面白いかなっていう気はしますね。ここまで遅いとどっちでも一緒なんですけどブーストが全くかかってない状態ですからね。このオーナーの方も実はアバルト2代目で、前はね右のねツーリズムを乗られてたらしいんですけど、ちょうどねタイベルだなんだかんだ交換しなきゃいけないっていう頃にこれが限定で出るっていうことで乗り換えたらしいんですね。そういう方結構ね、その前もアバルトで2代目もアバルトお金がかかるポイントで乗り換えっていう人はいますね。中古車狙いの方にしてみれば逆にそういった個体が選べて、そういうねまだまだタイベルとかクラッチとかフライホイールとかね買える費用を中古で抑えることができますから、新車でねいきなりねフライホイール組んだりとかねなかなか勇気いりますからね。やっぱりどうしてもフライホイール変えるとなるとサーキット走行でもしない限りはクラッチ交換と一緒かなってなっちゃうと思うんですよね。ただ僕はフライホイール交換して思ったのが、やっぱり新車のうちでもやっと来たかったなってぐらい面白いですよね。やっぱり上がスカーンってこう回せるようになるので、この今 ECU もやってないノーマルの状態で僕もねこれ比較するとですねかなり違いますね。そのパワー感っていうかな、その回した時の乗った時のなんていうんですかね、こうエンジンが軽くなった感じ。ノーマルだとどっちかっていうとブーって感じで、そのちょっともたつくっていうかエンジンが重い感じを受けるんですけど、昨日もこれ乗った後僕自分の乗ってみたんですけど、やっぱりね上が全然僕の方がなんか上までスカーンって回るなっていうのは改めて感じましたね。だからってノーマルが悪いとかじゃなくて、そこは好き嫌いというかね、より自分なりに面白く乗るためにはそうした方が僕は好きだっていうだけの話なんで、全員が全員ねフライホイールだクラッチコーダンだとかする必要はないと思いますけどね。いや快適、すげえ快適。このオープンエアですよ。それにしてもマニュアルっていうのはね本当ね面白いなって改めて思いますよ。普段オートマに乗ってるとね、最近フィットばっかり乗ってますけど、改めてこうやってマニュアル乗るとこの操作してるこのねこの感じが楽しいっていうかね、やっぱり車を乗ってるって感覚がありますよね。これねこのファブリックシートいいなと思ったのが、これめっちゃ寝るんですよね。これサベルトじゃ無理だな。って疲れた。これ最高だな。これ長距離移動する人にとってこのシートの方がいいな。で今高速道路走ってて思ったのが、トンネルに入った時にやっぱりここから入ってくる音っていうのは結構、かなり入ってくる感じがしますね。閉めててもやっぱりそこはね、僕 C で高速道路乗ったこと初めてだったんですけど結構聞こえてきます。すごいなこの音。すごい地響きのような音がすると、これ何の音？
すごいな。ファンか。こんなにファンの時ってこんな音する？俺のこんなにしたっけな、ファンもあったからって。それでは高速道路に入っていきます。高速道路で皆さん気になるとこって言ったら継ぎ目とか段差とかね、こうどうやって吸収してくれるとか乗り心地どうなんだろうって思いますけど、なんか買った当初思い出すかな。やっぱり僕はちょっと足回りを変更したくなる足かな。やっぱりでもなんかフロントがもう少し動いてほしい気がするな。このね、意外とね感じるのが微振動が多いんですよね、不思議と。僕のと比較してこのなんて細かいところ全部拾う感じがすごくするな。なんでだろうな。今サソリをオンにしてみました。オンにするとこのバルブが開いた感じの音が破裂的な音がして余計楽しいですね。これバルブオープンにサソリで押した時に開くのかな。いい音するな。いい音だな。そんなこもらないしね。ちょっとこのラッパ的な音が実にアバルトっぽいですね。まあこういったバルブが開けられるマフラーっていうのは面白いですね。はい、それではですね、まずはしーちゃんなので開けてみましょう。まずここまで開くんですね。この後もう一回押してあげるとここまで開くと。ここで風の巻き込みがなくなるんでしょうけど、リアは運転席からですね、後ろがこんな感じ。ここまで開けて走るにはですね、この辺にバックモニターがあるといいかもしれないですね。仕様的に大きく変わったのは、まずユーザー的に変わったのはここですね。オートライトのみ。あとこちら雨降ってないから分かんないんですけど、ここにオートってあるのでオートワイパーになったのかな、これね。メーターがね、僕のよりこう立ってるね。これねちょっと分かりづらいんですけど、メーターがねなんかこう向いてます。これもなんか外向いてます。僕のまっすぐなんですけど。でここがサソリマークになって、これいいね。あとはこの辺は一緒かな。あとここがね黒ですね。これ艶消しの黒。マフラーはレコモンのステンレスですね。エンジンの中はキャップがプラスチック、これが水色になっていますね。あと変わったところ、この辺全然違うな。エンジンマウントは一緒。あれこれ本当ハロゲンなのか。 HID だったらウォッシャーのこれついてるはずだもんね。ないわ。じゃあこれレンズはこれだけど中ハロゲンなんだ。
あ、だからヘッドライトがあんなに暗いんだね。いや今ねウォッシャータンクがねえなと思って、ライト用の、ライト用リアガラスも共通だと思うんですけど、はい、今日ですね、こちら朝から昼まで峠行ったり高速道路乗ったりいろいろしてきました。やっぱりいろいろ違いは細かいところあったんですけど、運転しててアバルトらしさは全く一緒ですね。でこちらがね、よく僕質問を受けるのが、何からやっていったらいいのかっていうのがね、皆さんイベントとかでもお聞きされることが多くてありがたいことなんですけどね、見た目をまずね変えたいと、個性を出したいという方であれば車高調がいいんじゃないかなって気がしたな。やっぱり峠走っててもこのアンダーの強さがかなりね、最初僕もあっちで乗った時になんでこんなアンダー強いんだと思ったんですけど、車高調に入れてからいろいろ今エッジ決算の入れていろいろキャンバーとか全部調整していくから、あのアンダーはもう忘れてたなってぐらい出ないですもんね。こうコーナー下りとかで出てってもバーってやってもスーッて曲がるんですけど、こっちだとガーってなんていうのかな、こういう感じで出てく感じになりました。あと見た目だったらいろいろ細かいところやってっていくのか、あとは大物ドンと入れてしまうかですよね。例えばホイールとか、ホイールも純正これ十分ねかっこいいので、これで車高落としてキャンバーつけてワイトレとか入れればだいぶ見た目はどっしりするんじゃないかなと思いますけどね。後ろ姿もね結構違いますよね。もうあのテールランプが好きか嫌いか、このテールランプが好きか嫌いか分かれるとこですけど、面白いのがこの後期型に乗っててもあっちのテールランプつけたくなる人もいるし、あっちに乗っててこれをつけたくなる人もいるしという感じで、いろんな個性が出て面白いと思います。マフラーもああいうね1個でっかいのか、こういう縦に2個横に2個とかね、いろいろ選べるのがアバルトの面白いとこですよね。やっぱりこっちの方が丸っこく見えるよね。ここがこうなってるかなってないかでだいぶ雰囲気が違うな。これがやっぱり一番好き嫌い分かれるとこじゃないかな、この後期型のね。はい、それでは今日はお伝えしましたこちら2024年7月納車されたばっかりの最終型お借りして一日楽しんできました。もうねやっぱりアバルトは楽しいですよ。いろいろね市場ではここはああした方がいい、こうした方がいいとかね、ここしたいとかねお話ししたのは、欲を言えばやったら面白いかなというレベルで、純正のままねずっと乗っても全然楽しい車ですから、その辺はですね個人でいろいろ試してみるといいんじゃないでしょうか。今回のは僕の一個人意見ということで皆さん適当に聞き流してください。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。またご覧ください。バイバイ。